今回は私のサロンのお客様でプックラフラワーをやられた方が見えるんですけれども、そのプックラフラワーがとっても可愛かったので、今回はそのお花を使ったデザインでご紹介していきたいと思います。まずはそのカラー作りをしていくんですけれども、今回はちょっと大人っぽくデザインしていきたいので、メインをですねちょっと茶色に近いボルドーのような感じのカラー作っていきます。ではまず、ベトロの132番、この茶色のカラーなんですけれども、これをベースにこういった茶系のボルドー寄りのカラーですね、作っていきます。ボルドーのカラーってすごくいろいろな色味があるんですけれども、赤に近いボルドーと、あとはこういった茶系に近いボルドーとあるんですけれども、今結構こういう茶系に近いボルドーのカラーすごく人気になっているので、茶系に近づいた感じのボルドーのカラーですねも作れるようにしていくといいですね。この明るい茶色に焦げ茶を混ぜてもらって、そこに赤を足していきます。ここで赤がちょっと多すぎると、赤が強いボルドーになっちゃうので、あくまで茶色が強い方がいいので、茶色より赤を多めにしないようにちょっとずつ足しながらですね調整していきます。結構いい感じになってきたんですが、もうちょっと私はちょっと深い感じが好きなので、焦げ茶のカラーを足していきます。ほんの少しで変わるんですよね。茶系もどっちかというともうほぼほぼ茶色なんですけど、ボルドーにも近いというようなこんな感じのカラーですね。すごく大人っぽくて綺麗ですよね。これこのまま使ってもらってもいいんですけれども、ちょっとこれだときついなっていう方はクリアジェルを混ぜて使っていただいても大丈夫です。私はこれを少しですねクリアジェル入れていきます。今透け感のあるカラーもすごく人気なので、どんなカラーにでもですねクリアジェルを混ぜて作っていただくと透け感のあるカラーになってくるので、透け感のあるカラーで楽しんでもらうのもいいですよね。はい、こんな感じです。ボルドーのカラーって赤みが強いか茶色が強いか焦げ茶が強いか、その時々で楽しんでいけますよね。では続いて今度はこのカラーと他のカラーのですねはベージュのカラーを合わせていくので、この白のカラーをベースにベージュのカラー作っていきますね。で白を少しパレットにとって、このベトロの白はベトロのシリーズって割とアート用で作られているジェルなので、ちょっと固めなので、本当に白も結構固めなんですね。なので白本当にほんの少しの量で結構白が強く出てくるので、少しの量で調整してもらうといいです。でベージュを作っていきたいので、この139番キャメルのカラーをですね出していきます。こういったカラーをベースに作っていくことが多いので、多めに作って空の容器に取っておくといいですよ。結構ベージュを強くしたいのでキャメルを強く入れてもらって、そこに必ず私はこういった85番焦げ茶のカラーをですね混ぜてもらうとくすみ感が出てすごく肌にも馴染んでくるので、このカラーを隠し味のように必ず入れていきます。この焦げ茶を強く入れてもらうと本当にグレージュのカラーになってくるんですけれども、この入れていく量によってですねベージュ寄りになってくるのかグレージュ寄りになってくるのかというような感じになってきますね。これくらいでもうちょっとキャメル入れます。爪に塗ると白っぽくなるので、パレット状では濃いめに作っておくといいです。いい感じです。でこれも結構固めなのでクリアジェル入れて柔らかくしていきます。フレンチなどのライン系に使っていくときはこのまま、ベタ塗りにするときはクリアジェルを少し多め、はい、いい感じですね。グラデーションにしていくときはさらにクリアジェルを多めにしてください。こんな感じで今回はこの茶色寄りのボルドーのカラーとベージュのカラーをですね主として使っていくんですけれども、サブメインとしてですねこのベージュのカラーにこのカラーでその先端に細フレンチをつけていきたいんですけれども、ちょっとこのカラーだとクリアジェルを入れて柔らかくしているので、ちょっとこれだとラインがですね綺麗に取りにくいので、そういった時私は同じようなカラーをアート用のジェルで作っていきます。全く一緒にはならないんですけれども、大体はですね近づけて作っていけるので、アート用のジェルある方はフレンチとかに使っていく時はねアート用のジェルで
作ってもらうといいです。と鬼ライナーの焦げ茶。アート用の焦げ茶は通常の焦げ茶よりもさらに濃いめなので、入れる量を加減してあげてください。本当に少しの量で変わってしまいます。いい感じに近づいてきましたよね。もう少しどうしようかな。もう少し焦げちゃう。アートしていくのにこの鬼ライナーのこのシリーズすごく私好きなんですけれども、この焦げ茶と白と黒はもちろんそうなんですけれども、この焦げ茶もあると便利です。いろいろですね、アートしていくのにこの焦げ茶って結構使っていくので、焦げ茶はあると便利です。だいたいいい感じに近づけたので、こんな感じですね。こんな感じで準備していきます。はい、それではですね、早速今作ったカラーを塗っていくんですけれども、今回メインにしていくのはここの中指のところをぷっくらお花にしていきますので、この茶色寄りのボルドーのカラー塗っていきます。筆にですね、私今爪が長いので結構多めに取ってもらって、通常通り一層ですね塗っていきます。こういった濃いカラーになればなるほど、サイドのラインとかにはみ出すと汚らしく見えてしまうので難しいんですけれども、逆に線がはっきりと出る分ですね、丁寧に塗っていけるので意外と塗りやすかったりするんですよね。すごく茶色が効いていていい色ですね。個人的には茶色のカラーが大好きなので、私的にはバッチリです。こういうカラーも結構濃いカラーもムラになりやすいので、まずは通常通りですね、やっぱラインをしっかり取ってもらって、あとは全体的にさっさとこう爪先にかけて力を抜くようなイメージで伸ばしてもらうとムラなく塗っていきます。すごくいい感じです。はい、じゃあこんな感じで硬化します。はい、でこんな感じで他の指もやっていきたいんですが、まずメインからですねご紹介していきますので、もう一旦メインを仕上げていきます。なのでもう今回はぷっくらお花フラワーがですね主役になってくるので、もうカラーを塗ってこのままトップジェルでコーティングしてしまいます。今回は特にですね本当にカラーを塗っただけなので、デザインとかをしていない分ですね、このトップジェルを少し厚めに塗っていただいた方が補強にもなりますので、しっかりとですね薄めよりは厚みを出してしっかりと塗っていただいて、光のライン通してあげてください。短い爪の方はぷっくらお花を入れる分少し薄めでも大丈夫です。はい、硬化します。はい、硬化が終わったら未硬化ジェル拭き取ってもらって形まで整えていきます。もうささっとやっていきますね。もう特にこれもデザインしているわけではないので、トップジェルが少し歪んだりとかっていうぐらいだと思うんですけれども、そんなに形が崩れていることはないと思うんですけれども、もうさっとこのサイドのラインからですねしっかりとファイル通してもらって綺麗な形作ってあげてください。では早速やっていきますね。でお花作っていくのに、今までこのアイシングジェルでよくいろいろ私使っていたんですけれども、アイシングジェル今までこの大きさのものしかなかったんですけれども、この大きいシリーズが出てるっていうのを教えてもらったので購入しました。今日はこれを大きい方を使っていきます。でぷっくらとしたお花なので、アイシングジェルもしくはハードジェルを使ってもらってもいいんですけれども、今までこのアイシングジェルがない時はですねハードジェルで私いろいろ作ってたんですけれども、やっぱハードジェルの方がじゅわーっとやっぱり馴染みやすくなってくるので、なかなかこうきちっとした形を作ろうと思っても作れなかったりするので、せっかくねこういったアイシングジェル、形が崩れにくいものですねが出たので、これで土台を作って、ただですね表面のこのぷっくり感はこれ見ても分かるように、この筆を入れていると表面がデコボコするんですけれども、ここからなかなか馴染みが悪いんですね。なので土台をアイシングジェルで作って、上のぷっくらとさせていくところはハードジェルという風に使い分けしてみたいと思います。では使っていく筆はこのプリジェルのこの筆なんですけれども、通常私が使っているインパクトのフラットアートブラシより一回り小さいぐらいのものなんですけれども、これも結構ですねいろいろアートとかしていくのにすごく便利なので、これもいいです。ない方はねこのインパクトのフラットアートブラシでも十分です。
でまず描いていく時なんですけれども、この真ん中の位置にですねちょっとストーンが来るのをイメージしてもらって、ここの真ん中を少し開けつつ、雫型の花びらをですね上下左右、そしてその間という風にですね花びらをつけていきます。で当然爪ってこうちょっと縦長になっているので、私ちょっと長いので余計あれなんですけれども、短くてでもですね縦の方がやっぱり長いのが通常になってくるので、この縦のところが花びらが長細くなっちゃって、横のところがですねこう入れきれなくって、横のところだけちょっとちっちゃめの花びらっていう風にバランスが悪くなることが多いので、そうならないためにですねバランスの取り方として左右から花びらを作っていくと、花びらのバランスがですね取りやすくなってきます。なので左右から作っていきますね。まずは下書きみたいな感じになってくるので、この真ん中をイメージしてもらって、ここを少し開けるイメージでこっち側からいきますね。最初からこれくらいの太めの筆が心配という方は細筆で、まずは花びらというよりは線を描くようなイメージでバランスをとっていくとやりやすいです。ちょっと一回右側も描きつつでバランスを見ていくので、最初からですね大きいのを描いてしまって消せない、ちょっと調整が難しいっていう風にならないようにですね、最初はちょっと控えめに描いてもらうといいです。バランスが大事なので、花びらというより線という感覚で描いていくと描きやすいです。もう少し中心に攻めます。中心にストーンが入る分ぐらいの隙間を空けていただいて、こんな風にバランスが取れたら、その後に花びらを意識して太めにですね下書きのようにお花を描いてきます。で雫も細長いよりちょっと太い感じの花びらの方が可愛いので、ふっくらさがですね出るので、ちょっと横広になるようにですね作っていきます。こんな感じにまずは左右のバランスから取ってもらって、そのまま続けて上下に足していきます。この横の花びらに合うような感じで、これが極端にじゃあここからってなるとすごくねバランスが悪くなってしまうので、だいたいこの辺ですかね。真ん中を少し開けるイメージで、初めから太い線で描いてしまうと修正が効かなくなるので、最初は細い線でバランスをとっていただいてから、ここだなというところで太くしていくといいです。はい、まずこんな感じにちょっと十字架になるようなイメージで、この真ん中は少しこんな風に開けつつですね、こんなバランスで取ってもらったら、あとはこの間にですね同じ花びらを足していきます。この間に花びらを付け加えていくとき、最初に作った両サイドの花びらとですねやっぱりくっつきやすくなってきますので、できるだけくっつかないように気をつけていただきたいんですけれども、これがですねアイシングジェルでやっている分、通常のハードジェルとかに比べるとくっつきにくくはなっているので、素早くやっていただければ大丈夫です。あとは全体的にですね花びらの大きさを調整して、できるだけこの花びらと花びらの間に隙間がないぐらいの感じでですね花びらを作ってもらった方がふっくらとしている感じが表現できて可愛いです。今この時点で花びらのこの表面ですねデコボコしちゃってても問題ないので、そこは気にしないで、まずは花びらの大きさをですねこのアイシングジェルで作る感じで調整してみてください。でちょっとここくっついちゃったので、ここだけこういったスパチュラでですね間を割ってもらうといいです。こんな感じで硬化していきます。はい、じゃあこんな感じでですね、今アイシングジェルで土台、これまだ下書きみたいな感じなんですけれども、作り終わってしっかりと固まってるので、この段階でですね真ん中にパール入れていきますね。やっぱりパールとか、ストーンも可愛いんですけれども、私やっぱパールが好きなのでパールを入れていくんですけれども、その前にちょっとそのパールの周りにもですね丸カンとかそういったものを使ってもらってもいいんですけれども、キラキラっとするように
このクラッシュホイルでキラッとさせていきます。これアイシングジェルを少しこれくらいでいいですをちょっとパレットに取ってもらって、そこにクラッシュホイルを混ぜちゃいます。ちょっと潰すような感じでこんな風に混ぜてみてください。はい、こんな風にもうこれだけでキラキラっとした感じになってるんですけれども、これをこのクラッシュホイル、金箔のように使っていただいてもいいですし、混ぜてもすごく綺麗です。これを今作ったこのお花の真ん中のところにですね置いていきます。ちょっと塊になるような感じで、フィルムとかとは違ってしなしなという感じで馴染んでいるので使いやすいです。こんな風に置いてもらったら、パールをピンセットでこんな風に取ってもらって、このまま真上にポンと乗せます。でこの状態だと今のクラッシュホイル見えてないんですけど、これをクッと押すと分かりますか？こんな風にキラキラっとクラッシュホイルが出てくるので、こんな感じですね。わかりますか？かわいい。あまり出しすぎるとちょっとおかしいんですけれども、いい感じですね。こんな感じで硬化していきます。はい、じゃあこんな感じでパール入れたらですね、早速ここからぷっくらさせていきます。でここからぷっくらさせていくのはハードジェルでやっていきます。でハードジェルはさっきのアイシングジェルに比べてじゅわっとなりやすいので、ちょっといっぺんにはできないので一枚一枚やっていくといいです。さっきのアイシングジェルで作ったこの下書きですね、これをなぞるような感じで、この花びらのところ、この端のところですね、ここをぷっくらさせながら、上に乗せていくんですけれども、ぷっくらさせながら中心に向かって細く引っ張って雫にしていきます。少しこの時にこの先っぽのところがパールにちょんとつくぐらいの感じで大丈夫です。ベースに引いた花びらを一回り大きくするぐらいの感覚でぷっくらとさせていきます。もっとぷっくらさせても可愛いですね。ハードジェルは流れやすいので、ぷっくらさせたい場合は2回に分けていただくといいです。下のアイシングジェルからはみ出さないギリギリぐらいのところで、ジュワーンとしてきたところで硬化していくといいです。はい、硬化します。はい、こんな感じで、もう本当にハードジェルはですね、もうすぐジュワーンとなってくるので、一枚一枚ですね、もう地道にぷっくらとさせていきます。花びらの外側からですね、玉を置くようにしていただいて、この中心のパールに少しちょんとつくぐらいがポイントになってきます。ちょんとついたらすぐ引くようなイメージでやっていただくと、いい感じの雫が作れてきます。ぷっくらしてくるだけで本当に可愛らしくなってきますよね。こんな風に私いっぺんにやってしまっているんですけれども、1個ずつ確実にやっていただいた方がくっつかずにやっていけます。はい、こんな感じです。すごく可愛らしくふっくらなってきましたよね。で全体的に足していったんですけれども、またちょっとバランスを見てですね、やっぱりサイドのところってどうしてもちょっと小さめになっているので、もう少し足してもいいかなと思うので、またさらにサイドのところだけ少し足します。もう全体的なバランスを見ながら、ちょっと花びらが小さいところはこんな風にもう地道に足してあげるといいです。もうサイドのところはもうサイド、この横のところに垂れそう垂れそうみたいなところでこうかみたいな感じでやっていくと、すごくいい感じの可愛いぷっくらとした加減が出てきます。はい、こんな感じで硬化したら、これハードジェルでぷっくらさせているので、未硬化ジェル残っているので未硬化ジェル拭き取ってあげてください。はい、これでもう完成になってくるんですけれども、ここにさらにですね艶出しをかける必要はないんですが、ここの、パールのところですね、ここだけ下はしっかりくっついてるんで問題ないんですけれども、やっぱりパールが日常生活で剥げてくる可能性があるので、気になる方は
なんかグロッシーのトップジェルでここの部分だけぷくっとコーティングしてあげるといいです。すごく可愛らしいですよね。で、私ちょっと爪が長いのでこの横幅に合わせてこれくらいの大きさで持っていったんですけれども、本当に全体的にお花がですねバンとある方が可愛いので、もしちょっとこの長さがですね気になる方は、なのであんまり長い爪よりはちょっと短めの爪の方が可愛いかもしれませんね。でも長い爪の方、もし私のようにですね、でこの上下の部分ちょっと気になるようであれば、ここの部分に例えばミラーアクセサリーとかそういったものを入れていただくのもありだと思います。ぜひやってみてください。では続いて他の指もやっていきますね。じゃあ他の指はこのさっき作ったこのベージュのカラーをですね合わせていきたいので、このカラーをここの3本に塗っていきます。もうこれも通常のベタ塗りと同じようにですね塗っていきます。ベージュのカラーもこれくらいのカラーであれば肌なじみがすごくいいので塗りやすいんですが、これよりもですね白が多くなるとやっぱりムラになりやすくなってきますので、筆を倒すようなイメージでムラなく塗っていただくといいです。そして爪先にですね細フレンチをやっていきますので、その分爪先のところをですね塗らないようにしていただいてもいいんですが、今回はすごく細めの細フレンチなので、多少ですね厚みが増してしまってもそこまで問題ないです。次に親指にはこのボルドーのカラー塗ってきます。本当はこのブラウンボルドーのカラー中指だけにしようと思っていたんですけれども、すごくいい色だったので親指にも塗ってしまいました。はい、こんな感じに塗れたら、このベージュのところをですね未硬化ジェル拭き取ってもらって、ここをさっきアート用のジェルで作った同じボルドー寄りのカラーですね、このカラーで細フレンチ作っていきます。こういった細筆使ってもらうといいです。じゃあアート用のジェルもう結構たっぷりめにですねこれくらい取ってもらって細フレンチを作っていくんですが、まずフレンチは基本同じなんですけれども、このやっぱ山の位置が本当に大事になってくるので、特に私ちょっと今長めの爪なので、この深さがですね結構深い方がかっこいいので、ただ通常のフレンチより幅がですねやっぱ細フレンチなので、よいしょ、もうできるだけ細めに細めにこんな風に描いてきます。縁取るような感じになるんですけれども、まずはですねこのサイドの位置を合わせながら線を描いていきます。でもう少しこの先端のこんな風に描いてもらったら、先端のところ少し太くするので、徐々にこんな風にカラーを足しながら太くしていきます。長さに合わせて細フレンチの幅を決めていくといいんですが、私の爪ちょっと長めなのでもう少し太めにしていただいても大丈夫です。両サイドの位置がちょっと合ってないので合わせていきますね。細フレンチって言っても正面から見た時にあんまり見えないぐらいだと、ね、せっかくなので寂しいので、少し細フレンチといっても太めにしてもらうといいですよ。この線の太さ、細フレンチといっても私どれくらいの太さにしようかいつも悩むんですけれども、よいしょ、こんな感じでどうですか？じゃあこれで硬化して全体的に統一していきます。同じように小指、人差し指もやっていきますね。はじめに作った薬指の細フレンチの幅に合わせるように小指と人差し指も幅を調整していってください。ちょっと太めなので結構ですね大胆に最初塗っていただいて、そこからですね薬指と見比べながら太く調整していくといいです。はい、こんな感じにですね細フレンチかけたら、細フレンチも3本やっていたので3本ともですねちゃんと太さと深さですねがしっかりと統一されているかどうか確認してください。では続いてここの親指なんですけれども、ここにはさっきここのお花の中心に入れていたクラッシュホイルで細フレンチにしてみようかなと思います。これ余っているのでこのままこれアイシングジェルのものを混ぜていたんですけれども、
クリアジェルを少し足してもらって作っていきます。でちょっと足りないかなので少しクラッシュホイール足します。これ本当に蓋を開けると飛び出してくるので怖いんですけれども、他の爪とかにつくとなかなか手強くって取れなかったりするので、このクラッシュホイールの扱いにはちょっと気をつけてあげてください。こんな感じで、じゃあこれを親指に細フレンチにしていきます。でちょっとじわーっとなりたくないので未硬化ジェル拭き取ってきます。このクラッシュホイールをジェルに混ぜた感じ、本当に思っているよりもすごく使いやすいです。こういったグリッターとかで細フレンチにしていく時ですね、カラーの時はこの山のところから描いていくんですけれども、こういったグリッターの場合はですね、ここの中心のところから山に向けて広げていくイメージ、伸ばしていくイメージでですね描いてもらうと伸ばしやすいです。ちょっと向き変えます。これアイシングジェルにも混ぜて爪の周りの囲みぷっくらとしても楽しんでいけそうですよね。グリッターの細フレンチも可愛いんですけども、このクラッシュホイール可愛いですね。なんかなんていうんですか、ランダムにこう金箔ホイールがなんか散りばっている感じで、この大きさの違いが何とも言えないぐらい可愛い感じですよね。あとはちょっとバランスを見て、ちょっとホイールが少ないところに足してもらったりっていう感じで調整していきます。こんな感じで可愛いですね。はい、硬化します。はい、じゃあこんな感じで一旦トップジェルでコーティングしていきます。フレンチほど幅がないのでベースのカラーと重なっているんですけれども、この重なりの部分ですね、フレンチほどぼってりはしないと思うんですけれども、先端に厚みが増さないようにプレート部分にジェルを寄せるようなイメージで光のライン通していきます。で特にフレンチの時、先端しっかりですねこんな風に覆ってあげてください。でここから先端からこうプレートに向けて、でもう一度こっちの方という風にですねプレートに向けて光のライン通してあげてください。他の指も光のラインが通るように綺麗にコーティングしていってください。でこの細フレンチをやっている分ですね、先端のところしっかりと覆ってあげてください。通常のフレンチもすごくかっこいいんですけれども、こういった細フレンチも爪が長く見えてかっこいいですよね。濃いカラーのフレンチだとちょっと抵抗があったりするんですが、細フレンチにすると意外と大丈夫ということ結構あるので、いろいろな明るいカラーで楽しんでいきたいですね。はい、硬化が終わったら未硬化ジェル拭き取ってもらって、また通常通り形まで整えていきます。フレンチを終えた時は毎回お伝えしているんですけれども、このサイドのトップジェルでちょっとガタガタとなってしまったこのサイドのところをスマートに削っていくので、もうここのところをゴシ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 やりすぎてしまうと、せっかくのカラーがですね剥げてしまうので、このサイドの削りにはちょっと優しい力で削って調整しながらですね、見ながら削ってあげてください。そしたら最後にこの薬指のところに少しアクセントを入れていくんですが、これちょっと新しく買ったなんか天然石風の石なんですけれども、これ他にも種類があるんですけれども、こんな感じですごくなんか可愛らしい天然石風な感じがあるんですけれども、これから夏にかけてもですねすごくクリア感があるので使っていけそうです。で今日はこの若干ちょっと気持ちパープルに輝く感じのものと、あとはこれですね、シェルストーン、これをちょっとボルドーのカラーに合わせてですね組み合わせてみたいと思います。じゃあ糊代わりにしていくクリアジェルを根元あたりに塗ってもらって、この糊代わりにしていくクリアジェル量少なすぎるとくっつかないので、
これくらいの量ですね持ってあげてください。ちょっとどんなものを組み合わせていくかをあらかじめ出して組み合わせておくといいんですけれども、ちょっと私今爪が長めなのでちょっと大きめを使ってもありかなと思いつつ、ちょっと選別します。綺麗ですね。なんかすごくいろいろな大きさのもの入ってるんですけれども、このちょっと縦長のものと横広のものとですね組み合わせてもらうと結構いい感じになってきます。ちょっと置いてみますね。かわいい。もうアクセントなので大きく表現してもいいと思います。これこっち向きに使っていくのが正解なのか、反対向きに使っていくのが正解なのかって私いつも悩むんですけれども、こっちの面の方がねシェルっぽくこうキラキラと輝いてるんでかっこいいんですが、ちょっとこの反対側もですね意外と面白いので、反対側もこんな風に組み合わせてみるのもありですよね。でこのパープルっぽい石使っていくんですけど、その中にちょっと白っぽい石が入ってるのでそれを組み合わせてみようかな。これいい感じです。かわいいです。ちょっとあえてずらしてあげた方が、こんな感じで一旦固定します。はい、そしてここにまた登場のクラッシュホイルですね。少し散らしていきます。このクラッシュホイルもすごく使えるので本当にあると便利です。このシェルのところとかに重ねると可愛いので、ちょっとシェルの上にもまた糊代わりにしていくジェルをランダムに塗ってみます。でこれをクラッシュホイル本当に大活躍なんですが、これを入れるだけでアンティーク感がすごいですよね。今こんな感じにランダムに置くだけでパラパラっとこうもう本当に散る感じで、あとはこう砕けるような感じですね。なのでその自然な感じに任せてもらって、あとはちょっと指とかでですねもうトントンとこのシェルとプレートに爪にですねなじませていきます。すごく可愛いですよね。少しこんな風にプレートにチラチラと散らしてあげるのもちょっとかっこいいと思います。本当にさっき言ってたこれ散るとなかなか取れないってこういうことなんですけれども、今回はこれを利用してあえてこんな風に散らしてみます。ただこういった金箔やホイル系のものは柔らかいんですが、硬化するとちょっと硬くなったりするのでしっかりとなじませてあげてください。こんな感じです。すごくいい感じの天然石でアクセントになりましたよね。はい、じゃあこんな感じで最後ですね、据え出しを兼ねてグロッシーのトップジェルでコーティングしていきます。まずはもう何もないもうさらな指からですね表面ささっとコーティングしていきます。ここでも先端をフレンチにしていった場合は先端の部分をですねあからさまにこう大きく塗ってあげるだけでしっかりとコーティングできますので、爪先ですねしっかり塗ってあげてください。はい、一回これで硬化します。はい、そして最後に薬指のところ、これシェルとクラッシュホイル入れてるのでしっかりですねコーティングしていきます。こういったこのシェルのストーンとかでもそうなんですけれども、この入れたもののところにこんな風にジェルを置いてもらって、ここから根元にかけてじわじわとなじませてもらって、ちょっと行き渡ってきたなっていうところでさっと引いていきます。しっかりとコーティングをしていくんですけれども、コーティングをしていただいた後にこの天然石のところをですねなぞるような感じで拭うような感じで天然石の形をくっきりと出してあげてください。はい、硬化します。はい、じゃあこんな感じで完成なので最後キューティクルオイル塗っていきます。はい、こんな感じで完成です。今回はプックラフラワーを主役に中指ですね、このお花の作り方をベースにアイシングジェルで下書きのような感じでやっていただいて、上からですねプックラと IBD のハードジェルでプックラさせていくというやり方。そしてその他はですね大人っぽくベージュで統一感を出して、そしてここの茶色に近いボルドーのカラーの色に合わせて細フレンチをこんな風にデザインしてみました。でアクセントで
薬指にですねこのシェルも入れ込んでみて、このクラッシュホイルもですね上からこう散らしていくやり方と、あとこんな風に爪先にですね細フレンチにやっていくやり方と、いろいろとこんな風にデザインしてみました。でこのプックラフラワーに関しては指の中でも一番大きい指、それだともう親指になってしまうんですけれども、親指かその次に大きい指とかにやっていただいた方がもう大きくですねバンと表現してあげた方が可愛いので、そんな風にぜひやってみてください。はい、じゃあ今回もチップとして残していくので取っていきます。今回は一つのデザインとしてご紹介をしていったんですが、もちろんカラーを変えても楽しんでいけますので、これから夏にかけてブルーのお花にしていただくか、黄色のお花にしていただくか、もしくはピンクのお花にしていくか、幅広く楽しんでいけるデザインだと思います。バランスをとっていくのが難しいこのプックラお花、チップだと大きいので作りやすいんですけれども、地詰めでぜひ練習してください。今回使用していた道具はこんな感じです。カラージェルやアート用のジェルはこの同じものでなくてもお持ちのジェルで十分作っていけますし、あとはネイルタウンに売っているアイシングジェル、これは本当に重宝しますので持っていると便利です。あとは似たようなものでも十分作っていけますので、ぜひやってみてください。続いて我が家のちょっとした出来事です。先日中娘が旦那にスケボーみたいなものを買ってもらって、それで一生懸命練習をしていたんですけれども、それは近くの公園の広場で練習をしていて、その度におてんばした娘がくっついていくんですけれども、その広場土日になると自転車の貸し出しとかがあって、乗ってみたいというので自転車を借りて中娘と競争みたいな感じで遊んでいたんですけれども、それで自転車がすごくお気に入りになったおてんばした娘は旦那におねだりをして、旦那からの誕生日プレゼントとして自転車買ってもらったんですが、それからというもの2人とももうお気に入りで、中娘はスケボー、下娘は自転車で走り回っています。上娘と中娘の時はすごく小さい頃から自転車の乗り方を教えてあげてよく練習したんですけれども、おてんばした娘の時は自転車の乗り方の練習とかをしなかったので、今回が初めてみたいなもので、まだ補助輪があるんですけれども、だいぶ乗れるようになってきたので、また補助輪なしでの自転車の練習していきたいなと思います。外で遊んでいる子供の姿って本当に輝いていますよね。以上、我が家のちょっとした出来事でした。今回も最後までお付き合いありがとうございました。